問題なのは外装とかの錆っていうのは走行上なんて言うんでしょう、応力がかからないとこなんで、まあ美観は損ないますけども危険はないっていう状態です。でパテで直そうがファイバーを貼ろうが鉄で板金しようが美観さえ戻れば基本的に車としては問題ないんですけど、ここはやっぱりサスペンションの入力を受けるとこなんで、第一安全性に関わる合成に関わる部分なので、そういったファイバーとかパテの修理はやっぱり非常にリスクを伴います。安全上の機能、走行上の機能、美観上っていうものを復旧するにあたって、もう作るんであれば人の手作業で叩いて曲げてではなくて、同じくメーカーの製造ラインを使うような工程でないとこれは多分復旧できないだろうなと思い、自動車のそういうパネル製造している業者さんを何社も当たって、協力していただけるところを探してっていう状態で、ただやっぱり何万台って製造した中での金型なんですけど、今回 34GTR、33GTR 足しても3万台で、事故なり廃車になって失われてるっていうことを考えると、どう考えても何千何万っていう数が出ることはないんで、非常に小ロットなんで難しかったんですけど、でも作らない限りは車がやっぱり現存しないというか、失われた機能が蘇らないので、今回はうちの方でもこれを金型から全て製造して作ってるっていう状態になります。同じエンジン同じ足回りで32から3334っていうふうに進化していく中で、32の時に作った足回りの形状が結構なんて言うんでしょうね、レースをするにあたってアライメント上問題が出る部分が多くで、それで対策されたのが33以降使われている33と34で使われるこの足回りの形状になったんで、走りの性能を求める以上、変更された点ではあるんです。で32の時はこの要はストラットタワーの上っていうのが1枚もののパネルだったんで、隙間と重なり部分がないんです。要は水が入るところがないんで、錆びるといっても表面から錆が起きるんですけど、この3334のように重なり面で腐食が進んでいくっていう状態ではないので、ここだけでいうと32は錆がマシですね。で32に関して言うんであれば下回りの塗装コーティングとかも3334に比べてすごいしっかりしてます。製造時のコストのかけ方が全然違うんで、もう車を見たら明らかに違います。だから32はなんでしょう、今323334っていうのを見た時にオーナーさん方がよく32は錆びやすい錆びやすいって言うんですけど、いやそれは同時に新車として販売されてて32が錆びやすいなら分かるんですけど、一番最初に発売されて錆びやすいっていうのはそこの時間の差がありますし、それを踏まえて言うんであれば30年も経ってここまで持ちこたえてるのは32は本当にいい意味でコストがかけられて手間がかけられている車で、3334は本当にどんどん無駄なコストを省かれていってるんで、こういう状態はボディ各所で増えてきますんで、車齢が32と同じく30年とかを迎えてくると32よりもはるかに錆びやすい個体だなとは思いますね。同じストラットタワー部分なんですけども、32と3334でアーム形状が異なるので、3334に限ってはこの複合したパネルになるんですけども、複合してるがゆえに鉄板の要は重なりとかが複雑な形状になってます。でこちら34で、この車についてたパネルがこちらになりますが、上から見てもらったらもともと純正の状態で水が入らないように防錆用のこのシーリングされてるんですけども、これが車体についてる状態であればこういう形状で、今車であればこういう感じにつくんですけど、これがタイヤ側の裏側ですね。こちら側も新車時にはほぼ接合部にはシールが一切入ってない状態なんで、まさしく今回のポイントはここなんですけども、タイヤでフロントタイヤで巻き上げた水がここから中に入って、この重なり部分に長期間たまることで、この部分に錆腐食が発生します。でこの状態から、これまだこの33程度が良かったんで錆はそんな大きくないんですけど、それが経過とともにひどくなると内部でこのぐらいの腐食を起こしてくる状態になります。でボディパネルはいろんな形状のパネルがこうなんていうんでしょう、重なり合ってできてるんで、今回もそうですけど必ず重なってる部分には錆は大小発生します。これはもう新車から1年も経てばあらゆるボディのパネルの重なっている部分には発生する錆なんで、そこら中で起こりうることなんですけども、ここだけが錆びるわけではなく、あくまで錆が進行しやすい
でもまあそれだけであればそこまで大きな問題じゃないです。外装とかフェンダーアーチの部分の錆であるとかフロアパネルの錆っていうのはもうある時に板金修理していけば済むだけの話なんで、まあパテであったりファイバーであったり鉄板を切りつないだりいろんなもので処置をしていけば穴を塞ぐことはできるんで美観の復旧は簡単だと思います。ただここに関しては美観上の復旧はパテでも行えますけども、やっぱりサスペンションのアッパー部分とフロントのアッパーアームがつく部分っていうのはもう要は車重というかなんて言うんでしょうね、まあ本当に車重の入力をこの上で受けますし、アッパーアームってことはフロントのタイヤにかかる荷重のアーム部分の多くをこの部分で受けるんで、美観の復旧だけじゃなくて機能性、要は合成ですねの復旧がないとやっぱりかなり安全性に問題が出てくる状態になります。でここのパネルがメーカーの方で生産というか販売が出てたのが多分もう7年8年前に生産が終了されて出なくなってからは本当に鉄板を切ったり貼ったりしながら部分的な補修はしてきたんですけど、これぐらいであれば部分的な補修でいけますけど、ここまで腐食が広がると内部ももっと錆びてるんで復旧が非常に難しくなります。で今までは中古車のドナーから切って移植するとかっていう感じなんですけど、その方法でいくんなら本当に2台の GTRで1台を潰して1台を直すっていう状態なんで、こっちは世の中からやっぱり消えていくんでどんどん世の中に現存する車両が減っていきますし、いずれ限界が来るんで、まあ今回これらのパーツをいかにして作ろうかっていうところで手作業で叩いたり曲げたり炙ったりして作る分に形は復元できても先ほど言った合成っていう機能面の復旧っていうのが難しいと思うんで、今回これうちの方で作らせていただいたパネルになります。でこちらも今現行の日本で自動車を作ってるパネル製造工場さんに依頼をかけて、でノーマルの車体パネルから 3D スキャンで、まあ、要は正確に計測して同一形状でパネルの厚みも同一の厚みで、素材に関しては現行の自動車で使われてる、要はこの時代に使われてた鋼板よりもより引っ張り強度破断強度の高い超鋼板に近いもので今回パネルを作成してます。で溶接の打点も、電圧も今回上げてるんでノーマルより、錆腐食っていう面合成面でもより優れた素材になります。で取り付けにあたっても、これはまあセレットっていうメーカーのジグなんですけども、これがメーカーから公表されてる BNR34 の寸法図通りにアタッチメントが各部来るようになっているものに車体をセットして、その状態でこれをセットしますんで、要はもうメーカーが製造ラインで作ってるのと同じ状況で再現して作れるようになります。でその上で各部固定されている状態なんで熱を入れて溶接していっても歪み歪みがボディに対して発生しにくいんで、かなりそうですねパーフェクトな状態で組めるんじゃないのかなと思います。で組み付け後は再度ペーパーで、組み付け精度を証明するために計測したデータも出すことができるので、まあより新車時よりもさらにいいものになるんじゃないのかなと思います。まずこれがどこにつくかっていうのが一番重要で、単純にここのアッパー部分っていうのはサスペンションを支えてる部分って先ほども言ったんですけども、サスペンションのアッパーを支えてるんで、これがここにつくとこが、右側より1ミリ高ければこちら側が車高として1ミリ落ちます。で1ミリ低ければこちらが低くて向こうが高いんでまた傾くことになります。で角度として内側に寝る、これが、キャンバー角で1度になれば当然向こうのタイヤよりこちらのタイヤの方がキャンバーが寝ますし、斜め向けばキャスターが変わるっていうのでものすごくアライメントには非常に重要なポイントなので、元の場所につけるっていうよりかは正しい位置につけれるかっていうのが一番重要なんで、うちの方ではまあ3次元計測器もあるんですけど、今回はこのジグを使用してつける状態になりますね。これに正しい位置に組んで寸法計測をして位置が決まってから物が動かないように固定した上で溶接していくっていう状態になります。位置が出てると
とりあえずこちらにあるのが、全部ノーマルの標準をデータ計測して分解して1枚ずつのパネルにしてそれぞれ出来上がったピースものですね。で今の販売形態としてはこの状態素地の塗装なしのこの状態のバラで販売する状態と、スポット溶接して組み上げてなおかつ、カチオン電着で塗装済みっていうこの状態、この一応2パターンで販売を考えてます。この辺はもうつけてもらえる工場さんの判断でどちらか選んでいただくっていう状態にはなると思います。純正で使われている鉄を解析していただいた結果、強度的には260から270ニュートンの引っ張り強度っていう状態なんですけども、うちの方で今回採用しているのは380以上取れてる素材、検査済みの素材を使用してますんで、単純に素材としての強度がまず高いです。でそれをプラスして、溶接組み立て品の方は打点数も増やしてるんで素材も上ですし素材強度も上ですし溶接強度もこちらの方が高いっていう状態にはなるんで、それらもノーマルを上回ってるかなと思います。この辺りは製造時はやっぱりいくら GTR といえど300馬力弱ぐらいのエンジンを乗せて日本の公道を走るっていう設定だったのが今現状ではもうほとんど、ノーマルを大事にされてノーマル状態っていう本当のレストアレーションっていうのもあるんでしょうけども、やっぱりレストモッドしていくにあたってはかなりハイパワーなエンジンを積んでいくんでどうしてもパネル、全体のバランスが大事なんですけど最低でもサスペンションの入力を受けるところの強度は標準より高い方がいいんじゃないかなっていうので今これはとりあえず一番錆びやすいですし強度もいるってことで第一弾として一番最初にこれを作ったんですけど、基本的にはボディパネルの多くを再現していければなと思ってます。今現状でできるベストはそうですね、次に作業させていただくビビエルさんの R32 の、パネルをばらさない状態にはなりますけども総剥離塗装から錆から全てのものボディについてる鉄以外のものを全て剥離した上でもう一度カチオン電着要は塗膜の層に車をつけるっていう状態ですね。もうあらゆる隙間に塗料が入るんでこれが今行えるベストはこれなんですけども、ただ先ほど言ったじゃあもともと新車からあるパネルの合わせ面の錆は取れてないんじゃないかっていうのがあるんで究極はこれから先の話なんですけどこのジグと測定器がある以上この状態から車が作れるんですよ。単純に今このパートだけなんでこの部品をこれにしましたでボディにつけますなんですけど車全部もう溶接でできてるんで基本的にはこの状態に車をできるんで僕は車の最高の状態っていうのは今現状できないんですけど足がかりはここにあるんでパネルとして全部床に並べた全部のピースを組み立てれば車になりますんで僕にとってこれはすごいなんて言うんでしょうね、僕の理想が一つ現実になったすごい形が今具現化されて僕はここにあると思ってます。コストはかかりますけどね、やっぱり全部にばらして全ての鉄板から起こして作るのがフルレストアって言われる状態じゃないのかなと思うのでそれはちょっと今後実現させたいなと思います。